How many people? Five. Asas. Wow. 3人前あるこれ。全部肉や。お腹破裂するかと思った。すごいボリュームでした。ガイドに言えばわかる。この辛味噌が好きで。じゃじゃじゃビッグビッグ。わお。フェア。第一食堂があるから上富良野の夜でいいんだよね。すごかったね今日。どこのお豆腐屋さんがくれるの。もう豆腐の何代目なんですか。私で3代目なんです。2代目がお母さん。そうそうそう、うちのばあちゃん。その前がうちのおばあちゃんがやってて、あっち側でやってた人だ。でこっちに来て、ここでばあちゃんがやって、なぜ60年以上になるんだわ。それまでは何されてたんですか。ずっとここ18歳でここ卒業して OL さんやらしてやってかっこいいなと思ってやって、うちのばあちゃんが健康診断で引っかかってで検査入院しなきゃならんっつって、でも誰もやる人いねえってなって、私がそこを辞めてここに来て手伝って、私もすぐ結婚したから子供連れながらここで18からやってる。40保存料入ってないから。はい。食材は地元のものが多い。地元っていうか、まあ、スーパー皆さんなんかねくれる芋とか白菜とか。上富良野っていうのはどういう町になるんですか。自衛隊のある町で、9000何人しかもういないの、1万人いない町なの。若い人はこれ仕事がねやっぱないから出てっちゃうのよ。観光客の方はスキーに来られるんですか。外国の方だったらバックカントリーで十勝岳の、ある三段山から皆さん登って、そこが一応名所らしい。みんな富良野とか旭川とか行っちゃうんだけど、スキー客が多いんじゃなくて通り過ぎてく街なの上富良野。通過しちゃう。有名なのはない。第一食堂だけ。第一食堂があるから上富良野の夜でいいんだよね。上富良野ってもう本当に名前知らんかったっしょ。そうですね。富良野の一部だと思われてんだよ。ラベンダーの一応発祥地ではあるんですけど、美瑛も中富良野も皆さん観光が強いので過ぎてく街なの。少しでもね立ち寄っていただくのに第一食堂頑張ってるの。すごいでしょ。すごいですね。どれがどれだか分からんさ。始まりがこの韓国のお金でさ3万ウォンくれたんだわ。まずねクレジットカードでご飯食わしてくれって言ったから、当時クレジットカードやってなくて、クレジットカードやってるお店紹介するからそっち行きなさいって言って、観光協会に電話して「どこでやってんの?」って言って聞いて「そこ行きな」って言ったら戻ってきて、僕たちは今日帰るんだ、日本円はないんだけど3万ウォンあげるからここでご飯を食べさせてくれって言われて、ばあちゃんちだったら怒られるけどばあちゃんいなかったから「あいいよいいよやろうやろう食べよう食べよう」っつって、そこの銀行で帰れると思ったの。田舎すぎて帰れんくて、北海道銀行とか空港行ってくださいって言われて、記念に飾っとこうと思って飾っといたのが始まりで。すごいでしょこれイスラエルだよ。メッセージも書いて、お金に字を書くっていうのがいいのか悪いのか知らんけど、来た人が貼っていくんですね。そうです。昨日コロンビアの人20何時間って言ってたよ飛行機。ああできた。どうなるかと思ったこれ。娘さん2人なんですね。そうです。おいくつなんですか。22と20歳で今6時にまた来る。
だから配食サービスって言って朝食を届ける。何軒くらい回るあ、いや、1軒だけ1軒だけ。朝の人もいるし、夕方いるし、昼の人もいるし、いろんな人に合わせて。うちのばあちゃん。鱗に餌あげて。よし。どれどれ。毎日何食分ぐらい？毎食、でも10人もいないわ今も。それが元日もお盆も関係なくある。だから365日休んでない。早4年。いや、もっとある、もっとかな。一食ご飯は600円にあげたの、100円あげたの。米高くなったから。配達料とかもね取ってないからね。安否確認も兼ねてんの。食べなさい。どうぞ。今日いないでしょ。島根と。よこいしょ。よこいしょ。多い時で何回ぐらいだったんですか？夏場は7回ぐらい。今日頼んで明日持ってきても。平日は結構弁当作ってるんですよね。作る40食ぐらい。ちょっと待って、隣あった。いや、お茶入れておこうかな。何時って書いてた？本弁当はいくらなんですか600円。いいや、タコさんだからいいわ。そのまま置いとくわ。今日はお弁当の予約ですか？はい。今日一日ね、密着さん。ひひひ。待って。できた、できた。あ、おはようさん、小柴さんのお弁当ね、11時までには持ってくよ。待っててね。あ、おはようございます。お弁当ですね。OK です。ありがとうございます。豚汁っちゅうのかな、一では。豚汁。なんだっけ。よし。真下真下。はい、よろってく。壁のこの愛してますとかって誰が書いてうちの長女が書きました。小学校1年生の時からね書道やって、高校3年生までやってた。誰の言葉かが、お勉強してる人は分かる、この言葉を。どこ行ったんすか？うん。綺麗な花がわーっと売ってあったんで、いやいや、どうもすいません、お呼び立てして、花農家さんですか？はい、カーネーションです。あ、カーネーション。繁忙期って何月ぐらいなんですか7月8月がピークだと思う。大型連休だと日本人の人は動くけど、外国の人にはお休みは関係ないから記憶がないです。一瞬もうお盆終わったかやっとみたいな。大型バス来て23人入ったこと諏訪連中なんで塩ラーメンを作ったあの時すごかった。
今だとゆっくりお話できるけどもこなすので精一杯になるから私が求めてる接客じゃない繁忙期はね。お土産のラベンダーを渡すのすら時間がなくて渡せなかったりとかもするし、せめて一言どこから来たのぐらいはお話できればいいけど。お父さんも乗るかもしれない。車体一つだけいいね。今だからおはよう。ばあちゃんはルマネット行ったよ。まあそば10と。はい、ほらこんにちは。何さまた。母さんに、ばあばに。醤油ラーメンと半チャーハン。あんまりペリない。あ、本当？私たちも楽。注文取りまでしてくれるから。誰？チー歌よ誰？よいしょ。あんたさんはーい。あらいらっしゃいませ、こんにちは。2名様ですか？どうぞ。豚玉丼の大盛り2つください。 2つ了解です。これ2人前ですか。そうですね。やったね。これちょっとやった感。二郎系だけ。これやってんな。すごい。食べたでしょ。待ってるよ。また。またいつか。また明日。ありがとうございます。どうでした？美味しかったです。お腹破裂するかと思った。今日たまたま大盛りにしたら大変なことになって。あらおかえり小林さん。どうも。何出してる？今日は月見。オッケー。ありがとう。工作がまだねー。はい、させー。ハンバーグ定食1つとオムライス1つ。オムライスで。ナイス、ありがとう。そうだ。分かれるもんね。了解。30日は。はいよー。オムライスですね。はい、どうぞ。お待たせしました。
2時間遊ぶんだったらもう今から遊んで2時にやる。ハンバーグ1000円。よし、ハンバーグにしよう。いらっしゃいませー。辛味噌の6お願いします。ライスもつけてもらっていいですか。ライスですね。はい。ラーメン。逆切れしてるよきっと。体一つで帰ってくる。いろいろありましたよと。そう。だって俺乗ら。汚れるぞ、白い服着てたら。待ってやで。あ、お茶それか。あ、いい、十分だ。焼いたの。うん。来週行くから。よくこちらのお店さん来られるんですか？そうですね、よく来ますね。地元の方ですか？地元埼玉で仕事でこっちに来て、この辛味噌が好きで一番最初に来た時が辛味噌を頼んで、そこからこれが好きになって。ありがとうございました。はい、いらっしゃいませ。何人？3人です。はい、どうぞ。椅子。スタミナ定食大盛り。大盛りで。味噌ラーメン辛味噌3番で。原子だけ作って。おえ。こちらですね。どうぞ。大然のあれ。スタミナ重いやろ。高いんじゃないですか。高いんじゃないですか。一人でできる。いるよ。3人前あるよこれ。犯罪屋の厨房行って。綺麗に完食されてます。これあると思わなかったから。よく来られるんですか？いや初めて。あ、そうなんですね。はい、させー。豚玉丼を2つ。はい。いや違う、今私聞いてきたの8なんだけど。よく来られるんですか？東京から両雲閣行ってきて下ってきて。めちゃくちゃ美味しい。How many people? What? Where from? Oh, rest. Oh, panik panik. 焼肉定食。焼肉。ラーメン焼きうどん。醤油ラーメン。醤油。チャーシュー。塩ラーメン。塩、チャーシュー。辛味噌。5から5。焼肉。
つ外した私。ガイドさんは乗ってるわ。あ、じゃあどっかガイドに言えばわかる。ガイドに行ったら。オッケー、じゃあ大丈夫。5番。只要はい、こちらの。めっちゃ北海道満喫してる。いあさす。わー、ありがとう。ガオシンゲ。ありがとう。ありがとう。你好，管理管理。オッケー。2つ。2つ、オッケー。この人。北海道高，谢谢你来小不了耶。谢谢，ありがとう。哇。うん？マネットだから。さよなら。バイバイ。야! 와, 봐봐 빅. 맛있겠다. 자자자, 빅. 오케이, 하나, 둘, 셋. 와우! 빅. 네, 감사합니다. 아빠는 감사합니다. 네. 좋아요. 5品と生姜焼きでお待ちください。肩が絡むシーンが欲しかったんですけど。はい、5品です方ですと朝昼晩だと多いと思います。皆さん、そうだな、朝と晩。すごい。そういうことですね。このボリュームよ。全部肉やね。ね、大丈夫。なんかカツ丼一つと。定食一つ。これはなんだろうね。飴玉？飴玉。いや、ね。はい、お待たせしました。カツ丼ですね。はい。そうそう。焼肉定食ですね。はい、いらっしゃいませ。一つください。はい、カツカレーライスですね。10万。うん。25万。ね。よし、最高最高。入試はある。日曜まで。ごちそうさまです。ありがとうございます。カツカレーですね。1200万円でございます。ありがとうございました。この時間からまた来るかもしれないし、来ないかもしれないし。主人に結構手伝ってもらって、すごいボリュームでした。友達に聞いてきたんですよ。あんまり調べずに行ってみてって言われて。大盛りにせんでよかった。どちらから来たんですか？町長から来ました。ようこそようこそ。はい遠かったでしょう。滑りに来たので。あ、なるほど。はいそう、あそこお食事が出ないので、今日はサウナに入って整っていただいて。はい。ありがとうございました。お気をつけて。あごちりそうさまがとうございます。です。カツ丼と焼肉定食。了解いたしました。はいよ。
よいしょ。はい、よいしょ。お待たせしました。焼肉です。はい、どうぞ。すみません。今年来ないね。よいしょ。うどんです。どうぞ。はい、どうも。ネットに出ます。山の下で80年。あ、カツカレーうどん。カツカレーうどんねえよね、メニュー。出るけどさ。終わったら行くってにするから。豚キムチってこれでやってんのかな。うん、わかんない。作り方がこれで合ってるかが。ただ豚とキムチ合わせたらいいじゃんこれ。そうだよ。これが当たってるかは。何豚キムチ定食。どうしたい？あの人まあイケメンだよね。おっぱ傷つけたから。携帯持ってないか。あれ濃いか？こんなもん顔あれ濃いよね。まあ顔が濃い方って大体やるから。爪です。お金だよこれ。そんなこと言ったら返してって言うわ。マジで。そうじゃないか。早いね。ほらラーメンね。半分じゃないと無理。卵ちょん。もう一人ない。あれは？何？20。もう一回。大丈夫。あれ。オムライスですね。よし、あれにちゃんと食べよう。どういうこと？わかんない。めっちゃ美味しい。何だった？あら、すごい美味しそう。ラーメンどうでした？やだ、塗りたくない。乗りたくないの？おばちゃんからご卒園おめでとうございます。はいよ、ありがとう、どうもありがとう。またね。かっこいいよ。バイバイ。イエーイ。一日ありがとうございました。お疲れ様でした。すごかったね、今日。こんなんでなかなかないよ。この3月中旬で。いやー、素晴らしい。楽しかった、今日も。ああ、もうなんかわかる。全部いきます。お客様です。
何年ぐらい通われてるんですか20年ほぼ食べてます。米玉定食。五目野菜の卵炒め焼きそば大盛り担々麺中からです。はいよー。いつも変わらない。美味しい。うまい。南ポロのネギ。もう42年ぐらい店経つんですけど、今2代目。2代目です。もう20年ぐらい前です。まあ母親もまあ店出てるんですけど、一緒にやってた。お米はどこ産ですか？七つ星。七つ星。このキャベツ白菜も地元産なんですか？都内産です。葉っぱの部分は大きく切って根元の方は小さく切ります。で芯の部分は斜めに。そうです。斜めに切って小さく切る。火が通りやすいです。親同士が同級生っていうか、で小さい頃から食べに来てたんですよ。22の時に働き出して。じゃあ本当20年って言ったらもうすごい長いですね。ベテランですね。これはスープに使います。ラーメンのスープ。締めは使わずに生麺を。あ、そうですね。焼きそば麺自分たちで作って。麺西山製麺の特注麺、中細ストレートの。
作ってすぐだと閉まってなくて1日置いて使うみたいな感じです。お店を始めた経緯というか。母親が始めたお店で、もともと美容師だったんですけど、うちの母親って。あ、そうなんですか。もともとは美容師だったんですよ、私。うちの主人がやっぱり調理師だったもんで、主人と2人でね、お店将来やれたらいいなと思って、ちょうど今の息子が小学校1年生になって、なんか仕事しようかなと思ってた時に、白樺通りっていう道路がね、ちょうどこれが開通したもんですから、ノッポロ高校がこの裏にできたんですよね。で、高校生相手に学生ラーメンでもやろうかなと思って、そして始めたんです。ご主人と一緒に始められたわけじゃなくて。ないんです。最初から2人でやったらね、もしも万が一、お店なくなったらね、食べていかれなくなるし、だから私が副業として、そして習いに行ったんですよ。お店が安定してきて、辞めてもらって会社。すごい大きな寸胴ですけど、これで1日分ぐらいですか。土日だったらなくなります。2本ぐらいいきますね。スープは豚骨で。豚骨。肩ロースのチャーシューと玉ねぎ、野菜。ここの店主さんのお父さんの代から来てるんですけども、どのくらいの頻度で来られるんですか。1週間に1回なんです。毎回来るときに頼むメニューとか。その来た当初は味噌ラーメンだったんですけど、ここ2年ぐらいは担々麺で。あ、こんにちは。ラーメン結構種類が多いです。そうなんですよ。これも開店当初からほとんど減らしてないので増えていったって感じなんですけど、おすすめのメニューって。ラーメンでしたら担々麺、あんかけ焼きそばですとか、
本格的なってきた。韓国焼きそばの大盛り。担々麺の中華と、あと塩ライス。塩ライス。はい、かしこまりました。どうもありがとうございます。こういうチャーシュー。はいよ。ごまだれですね。シーマージャン。いい汗かいてますね。全部いきましたね。どうもありがとうございます。定食とかもよく出ますか？ええ、そうですね。これまんべんに出るんですけど、やっぱり米玉定食です。米玉定食。五目野菜の卵炒め。ごめんです。
もう一枚。うまい。焼きそば大盛り担々麺中からお待たせしました。あ、これラーメンです。どうぞ。はいよはいよはいよはい。
何を頼まれたんですか？半チャーハンですか？美味しいからボリュームもいいと思います。ニンニク丸いっすね。はい。はい、焼き上がるよ。ライスをね。タレは手作りで？あ、そうです、全部そうですね。ああいうシーマージャンだとか、ホイコーローのタレもすべて先代から受け継いだものもありますし、改良ってわけじゃないですけども、味変えずにそれを結構研究してます。ええ。うまい。お店にはよく来られます？ちょこちょこ。お店来たら決まってホイコーローですか？これ担々麺。これが美味しい。店の雰囲気もいい。どうも。頑張ります。お味はどうでした今日？最高です。いつも変わらない。美味しい。はい、どうも。はい。
今日は何を頼まれたんですか？担々麺とホイコーローです。美味しいです。パンチ欲しい時にガツンと食べたいなと思ってます。これ結構出るんですよね。焼きそばとご飯の半分半分のやつで。汚れてる。五目半麺になります。初めてなんですよね。調べて美味しそうだし、料理が食べたいなって。どうですか、実際に食べてみて。美味しいよね。うん、そう。ごま油がすごく効いていて、甘辛いあんが絡んでて美味しいよね。ラーメンね、食べたいと思ってきたのに、なんかもうこして。麺を湯切るときに基本的な昔からですか？昔からです。うちの親父から先代の方から習って薄くなるというか薄くなっちゃいますもんね。極力切るようにはしてるんですけど。常連さんで伺ったんですけど、何年ぐらい通われてるんですか？20年。どういったところが気に入って？美味しいから。食べたくなる。食べたくなる。刻みに声が出てくる。好きなんぼだ。売れる方が多いから。別々で来る時もあるんですか？一人で行きますよ。ほぼ食べてます。その中ではどれが美味しかったですか、一番？担々かあんかけ焼きそば。
俺の塩ラーメンに前かけたらうまいんじゃないかなと思って九州で食ったやつ思い出して作ったらうまくて美味しい。めっちゃ美味しいです。この時期に来るなんて普通考えられないんで、毎年あるんですけど、絶対に本当に。このマー油、ニンニク香ばし油、ラードで揚げてます。こうやって作ってやってます。
冷めた人まだ熱いですけどね。あとはもう混ぜるだけ。週に何回ぐらいこの作業をされるんですか？1回2回あと物産回入ればほぼ毎日ミキサーと混ぜてやるんですけど、すぐ使えないんですよ。ちょっと寝かしてで温め直すじゃないですか。やってじゃあ下に余計な沈殿物っていうか濃すぎる部分でザラザラしたのそれ取り除いて上積みのいいとこだけ使うんで、背脂みんな温めて出しますけど、僕こんな感じで背脂潰すんですよね。自分で作ってでスープに直前に合わせるんですよ、風味を出すために。ああいう感じ。名前の由来ってあるんですか？僕ナスって言うんですけど、あとトラが好きなんですよ、昔から。うちの息子も長男がタイガー、次男がトライっていう娘がいて、娘はさすがにトラコじゃないですけどそっくりの運転手を何年もやってる。運転手やってる時にいずれはラーメン屋か居酒屋を開業したいなとか考えながらいろいろ妄想して走ってたんです。いろいろ考えたんですけど、偶然に思いついたんですよね。本当思いつきです。七つ星ですけど、地元のお米屋さんで20何年前は北海道の米一回も使ったことがなかったんですよ。コシヒカリじゃなくてサザン錦が好きで、サザン錦ばっかりすっごい高いの使ったんですけど、ずっと買ったお米屋さんが廃業して辞める時にいろいろ聞いて調べたりしたら、北海道の米が特に富良野の米がうまくなってるんですよね。20年前とはもう違うぐらい。このお米屋さん紹介してもらって食べたらね、めちゃくちゃ美味しいです。おいくつなんですか？今27ですね。さっきの豚丼のタレと同じなんですよ。そうだ。他にも使ってる。綺麗にだ。チャーハンの上に一枚チャーシュー乗っかって、その上にエビ乗っけてるんですよね。海鮮チャーシューチャーハンみたいな感じの。この殻は何か使うんですか？乾燥して細かく砕いてエビラーメンみたいな限定ラーメンを結構出すとこがあって、物産展でそれのための仕込みをします。富良野では三日月食堂って知ってます？もうやめちゃったんですけど、すごい伝説みたいな店があるんですよ。味的にははっきり言って北方ラーメンみたいなこの辺の郷土の味だったんで、サバが効いて血油がバチンと効いたようなラーメンでやっぱりうまかったんですよね。それをずっと頭に残ってて、僕も店開けて負けたくないじゃないですか。何とか食い込んでやろうと思って、要は豚骨サバ合わせて、今でいう濃厚魚介豚骨です。そんな言葉もなかったんですけど、20何年前自分ででっかくして買ってきて天日で干して揉んでカラカラにしてミキサーで細かくやってかけてるうちに、あんなことやってるとこなかったんですよ。県も全国に多分なくて、漁村系っていう言葉ができたんですよ。だんだんちょっと知られるようになって、今もう当たり前じゃないですか。北海道で今来てるのは家系とか綺麗系の中華そば、北海道すごいんですよ。綺麗なスープで上にこう血油か油垂らしてみたいな、そういう時代になってきましたね。本当の上倉山さん、これは本当にうまいです。めちゃくちゃ高いですけど、昔よりも倍ぐらいです、値段が。うち手切りなんですけど、今スライサーとかで大体抜き切るんですよね。あれで切ると舌触りとか食感が全然違うんですよ。もったいないっていうか、ちゃんと研いだ包丁とかで手切りでやるとまずドリップが出ないんですよ。なんかつるんとした感じ、表面のざらつきがなくて焼いた時に食べても美味しい。これね、本当にうまいですよ。チー油の塩ラーメンです。うまいですよ。
これ味の素じゃないんで入ってるね。地元の方ですか？東京出張で来てて、塩ラーメンで黒いってあんまりないじゃないですか。美味しかったです。つけ麺と醤油。つけ醤油に品です。
これ背脂醤油ですか。焦げ塩、味玉をそれぞれ5時鎌さんなんですけど、鎌さん。何台とか車なんかいやわかんないけど車ですよ。今ラルス上上がってる。日本のラーメンがそういった意味では6人になるんですけど。僕もともとトラックの長距離の運転手やってたんで、九州のラーメン好きだったんですよ。焦げ塩ってやつはあの当時福岡とか久留米でしかマー油ってやってなかったはずなんですけど、店暇だった時に最初の頃開けて2年ぐらいかな、俺の塩ラーメンにマー油かけたらうまいんじゃないかなと思って九州で食ったやつ思い出して作ったらうまくて、そしたら北海道でドーンと湧いたんですよ。で行列できるようになって、北海道結構今マー油出すとこ多いんですよね。ステークとかは私よりも2番線で品大焦げ。麺の場所うまいんだよね。地元の方ですか？旭川から。私は初めてで、この人は何回か。おすすめのメニュー食べます。最初食べた時、担々麺食べたんですよ。めちゃくちゃうまかったです。普段辛味噌とかよく食べるんですけど、こういう変わり種食べたことなくて、めっちゃ美味しいですと思いました。担々です。
らっしゃい。おいしい。おいしい、おいしい。おいしい。おいしい。チリパウダーとトマトと入れてよく食べてくれるんですよね。シナラーメン。シナラーメン。将来いつ継ぐんですか？高齢者が続きます。人付き合いが今すごい楽しくて、製麺所の人間と結構協力してもらってるんですよね。うちのばあちゃんも食堂やってて、妹いるんですけど、妹今まだ高校生でなんか継ぎたいと言ってたんで、3兄弟で下2人いて、弟は弟で今日光で調理やってるんで、みんなそれぞれ味とかも継続しながら地元のお客さんとかにも認められるようにという感じですけど、頑張ろうと思ってますけどなかなか一日ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。